パーフェクトパリプリンスなんで。パリボタン、こちらです。うわー、出た。ここの小指の関節でこう押してるって感じですね。そうなんや。あ、そうだね。マジか。うわー、危ねえ。皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時戸です。はい、小作です。半年ほど前にですね、撮影したコマンド速度王決定戦、覚えてますか？覚えてます。めちゃくちゃ緊張した。あれすごかったね。あれは反響ありましたね。反響ありましたね。すごかったっすね、あれ。なんでも今この時戸チャンネルではい一番再生されてる動画が、コマンド速度王決定戦ということで、ぜひともね、第2回をと考えていたわけでありますが、そんな中視聴者の方からこれまた面白いと思われるご提案企画がありまして、ジャストパリの精度を競う企画が見たいですという内容のご意見をいただきました。ですので、はい、本日は先にですねこちらの企画をやらせていただこうと思います。題してジャストパリ王決定戦。ストリートファイター6の固有システムにですね、打撃を受け止めるドライブパリーというものがあるのですが、このドライブパリーの1フレーム目か2フレーム目に打撃を受け止めると、ジャストパリーという扱いになりまして、通常パリーでは反撃できない技にも反撃ができるようになるという非常に強力なテクニックでございます。あとね、見た目はかっこいいんですよ。パーンってなって、取られたっていう風になるから。取られた側なんです。ただし、相手の攻撃に合わせて2フレーム、つまり 0.033 秒以内のタイミングでパリーを押さないとジャストパリーは成立しないため、かなりの技術が求められるものとなっています。で、今回はね、その精度を競っていきたいと思います。なるほど。今回はジャストパリーがうまいとされるですね、そうですね。はい。ゲストをお二方、お呼びさせていただいておりますので、順番に自己紹介の方お願いします。はい、いぶし銀のかけるです。お願いします。お願いします。そしてバレルストリートファイター6部門所属の大黒です。よろしくお願いします。よっ、待ってたぜ。いつでもいいぜ。はい、よろしくお願いします。5なんだよ。まあジャストパリーといえば、はい、もうかけるというミームっていうんですか、インターネットミームでやったぐらいで、去年のサウジアラビアの大会でもうジャストパリーバンバン決めまくってねえ、 20何回取ったらしいからね。マジで。そうですね。そうか。サバすぎて。3先で20回。やばい。これは勝つね。勝つでしょ絶対。他にもバンバン決めて。そう。あ、そっか。そうですね。ジャストパリーといえば、まあかけるくん。今でもやっぱりパリうまいなっていうのは優勝候補ナンバーワンです。間違いないです。そしてジャストパリーといえば、あらゆるプレイヤーを震え上がらせる大黒のパリ。それギリギリ悪口じゃないですよね。いやいや、もう褒めていってる。本当にもうジャストパリマジうまいな。そうなんです。大黒さんは時戸推薦を。そうなんです。時戸さんに誰いますかねって時に名前が上がったのが。そう。俺マジでその認識ゼロです。マジで？いやマジで。最初なんか依頼をした時になんかちょっと怒ってて、俺パリーばっか押してるって意味じゃねえだろ。なんか人間やろうって意味じゃねえだろみたいな。だからちょっと怒ってて。でもね、今回ね、かなり好成績を叩き出してくるんじゃないかなと。いや頑張ります本当にマジで。はい。お願いします。お願いします。はい。まずは今回の企画ルールをご説明します。トレーニングモードで自キャラは竜を使用です。で、竜は 1P 側で移動しません。で、それに対してレコーディングされた各技のジャストパリーに各5回ずつ挑戦してもらいます。で、これをですね、4種目に対して、5回ずつ行い、トータルの成功率が最も高かった人が初代ジャスパ王の称号がかっこいい。得られます。欲しいな。かっこいいわ。で、この、4種目なんですが、1種目目は
ホンダのスーパー頭突き、弱中強のランダム3種類でございます。2種目目は、起き上がりのに重ねられた技に対するジャストパリーです。そして3種目目、豪気の豪波動拳。で、4種目目。これ今大活躍 SFL でも。ベガの立ち大パンチ。あー、見ましたね。これです。あ、こっち見えない。こっちで。で、これに対するジャストパリーを各5回ずつ行って、総合的に成功率の高い人が優勝となっております。自信のほどはどうでしょうか？まあとりあえずインパクトがないあたり俺の対策してきたなっていうところだね。ああ、そう。そこはちょっとね。インパクトにはインパクトを押せっつって。全部勝手にジャスパになっちゃったね、本当にもう。韓国のジャスパリってすごいから。確かにインパクトのジャスパーです。まあ、インパクトに対してのはいジャスパー精度には自信が、そこはもう多分絶対一番うまいですよね。ハゲルさんはどうですか？いやもう僕はなんと言っても、パーフェクトパリープリンスなんで、ジャスパーをですか。はい。取らせてもらいます。 PPP だね。 PPP ね。はい。巷で話題。PPP。二人でジャストパリーはね、あんま上手くないんだよ。あ、でも確かにそんなイメージないですね。そうなんですよ。常にパリーボタン添えれてないんですよね、今正直。あー常に添えれてないんですけど、このルールだったら添えれてるんで、まあ多少精度はいいのかなと。そうですね。パリ思いますーしか見なくていいですもんね。パリしか見なくていいっていう。一点に絞っていいのは、我々ね、ちょっとおじさんにとっても優しいルールになりますので、確かに確かに。いけるのではないかと。どうですか？いや、全く自信ないんですけど、種目選定の時から、あ、これいいんじゃないですかって、ちょっといけるように、練習してるような、ちょっと普段練習してるような種目を、ちょっと、まあ、大パンとか、みたいな感じでやったんで、そこの成果をちょっと出したいなっていう。禁断のルール選定にルール選定。変わっているという。そうそうそう。この二人は早めに聞いてるんで、はいはいはい。まあそうですよね。そう、当然、そこでもう、ゴーサインを出したのは二人です。あと、俺聞いてましたっけ？聞いてたんですあと、一回あれやってるから、コマンドをやってるから、マジ緊張する。そこの経験は、そう。なんかさっきからすごいプレッシャーかけてくれるんですよね。この段階、SFL のが100倍緊張するから舐めてるわ。ダメだよ。コメントの、俺も13触れだったけどって言って、俺はそうかそうか。本当に緊張するんだよな、これ。千葉さん壊れちゃったんだから。多分、2種目目は、これは成功率高くないと、いやそうですね。まずいっすね。まずい。右が。キャラ関係ないですもんね、これは。シチュエーションとかキャラ関係なく確かてに、これはね、まあ成功率は高くて当然。したい。いや、むしろベガの立ち台パン簡単なんじゃないかなと思うんですけどね。おむしろ、これしか見なくていいんですよ。まあまあ大パン数そうだね。が見なくて。頭突き超むずいし。逆にそうですよね。頭突きが一番難しそうな。開幕位置だとな。開幕1から。確かにね。されたりするそう、気になる。波動拳はやっぱりやりますね。だから豪気の豪波動は、その、距離とかでかなり難易度が変わるんで、そうですね。これは難しいなと思いました。どう？練習、ジャストパリの練習。僕は全然してないですね。ああ、そうなんだ。はい昔も昔も、センス。なんかやっぱりその環境変わった時に、ちょっとその環境に慣れるためにやるとかはあるんですけど、ジャスパの練習みたいなのも本当実践で試してっていう感じですね。その時のリー曲も別にそれ用の練習をめっちゃしてたとかじゃなくて、はしてなくて、癖で押しちゃうのはあって、それがもう本当たまたまなんかタイミングよく噛み合ったなっていう感じですね。リズム感のいい人とかでもいるから、そうっすよそういうね。人がやっぱ取りやすいのかなってあ、。確かにそれがあるのかもしれないですね。練習。まあその、ルークの球とか、そもそもパリできなきゃやばいのはやりましたけど、他はなんか、だってインパクトにパリの練習してたら変じゃないですか。そう。インパクトで返せよ。そうなっちゃうから。間違いない。まあでもやったことあるのがほとんどじゃないですか。まあそうっすね頭突きもやるし、まあそうですね100巻もやるし、起き上がりのジャストパリは、あんまり俺やったことあるのかな。案外抜けてるかもしれないですね。確かに練習としてはね。あまりにも取れない時にちょっと確認で。あ、そうですね。はい。
集団とか最初練習しますけどね。そのどんな感じで飛んのかみたいなね。あ、中段はやったわ。中段はね、ちょっと。秋の中段練習したよ。見てから取れる系は。だからキャラによってモーションとかも違ったりそうしますからね。見づらいからじゃあタイミング合わせるっていうよりもそのモーションを見るために練習する。あ、そうかもしれない。そうですね。ガードするよりやっぱりね、圧倒的にワンボタンでリターンが高いんで。しゃがみながら押せますし。そう。別にプロはスーパーズスキージャスパーそんな練習しなくてもジャスパー取れちゃう。だからあんま取れないですけどね。それでは、試技に入る前にですね、皆さんがどのようにして普段パリボタンを押しているのかというのをちょっとチェックさせていただこうと思います。はい、まずは私からパリボタン、こちらです。うわー、出た。コンボエクステンション。黒です。僕ね、親指の担当が結構多くて、弱系、中系とパリと、まあジャンプも昇竜拳入力の時にたまに使うので、まあただ、ここのね、なんとか付け根の部分で押せるので、割とこういう状態でも押すことは可能。なるほど。自分は普通にここがパリボタンなんで、パリを。親指パあ、リ。で、ここがコパンなんですよ。で、1個ずれてるんで、もうここに常に添えてるっていう。あと、まあ、キャミーはジャンプが、使うんで、ここは移動するんですけど、基本はここで親指担当。小指は小指使ってないです。小指動かないんで、諦めました。これで。担当が多くなっちゃいました。投げもたまに押したいんで。投げは同乗しとワンボタンです投げは、あれっすね、バーンアウト中はここっす。投げパリボタンからここに変なるほどえてるみたいな。これ普段こうやって構えてるんですけど、もうここの小指のなんですかね、関節でここにパリボタンあるんですけど、こう押してるって感じですね。そうなんや。それであんな取ってんの？こうです。すごっ。それずっとですか？これは5の頃からこうで、竜の心眼使ってた頃からここにそうだ。はい、ずーっとここにはいパリボタンが5の頃からあります。はい。あれでもインパクトがもっと右側になかった？もともとそうです。ここの右にあったんですけど、いらないなと思って、まあ、このまま押せる上に移動して、で、まあ投げですね。で、あと使ってないんですけど。なるほど。柱は私はもう普通に実に一般的な、まあ、弱中強で、ここがインパクト。普通にこのまま押して、ここはパリス。親指。親指。ちなみに親指はもうパリ線ですか？いや、もう絶対ここはパリ取ろうって意識した時に使う。基本は俺コースもう。そうなんだ。そうっす。あだからその意識した球の時とか、そういう時にこっちを使ってやる。基本はこっちの方が多分早くて、なんかオーディ様打たなきゃいけない時もいっぱいあるから、ここを構えてる時のが多くて、なんかそれだと運指的にそうなっちゃう。なるほどね。添えてないの？そう添えてないですね。もう添えてないのにとっさのインパクトに対してパリなんです。そうなんですよ。だからこれ機能してないんですよ、小指が。押さないんですもんってこいつ。そう。してないですよ。でもなんかフレーム的にちょうどいいのかもしれないですね。構えてないから。そう。ピッて押すとちょうどいい。こんだけ増やしてるのにここの3つのボタンはもう何にも使用されてないボタン。まあ増やしてみたけど使わないボタンっていうのはありますね。はい。なるほど。これは本当に4者4様のパターンですね。はい。それではいよいよ計測していきましょう。まずは前半戦として1種目目のスーパー頭突き、そして2種目目の起き上がりジャストパリを順番に計測していきたいと思います。お本気だ。いつもこれ成功してまずプレッシャーかけないといかんのよ、これ。そうですね。安心させちゃダメ。いきます。いやーこれやだ。弱やばいですね。中か今の。今の中ですね。今の中だな。中に絞っていくか。いやー弱やばい。弱やべえ。読み合い強いな。読み合いが強いわ。三弱はやばい。引きの問題が。ありがとうございました。ありがとうございました。
これで交代でいいですよね。でもう一そう、2種目。そういうことああ、なるほど。まあ、食らって。あ、コパンなんだ。まあまあ、確かにそれもありますよね。なるほど。僕も余裕っしょ。オッケー。5の5だもんね。オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。おー。なるほど。様子見の様子見かな？もうポンポンポンって行きたいぐらいだけどね。あ、確かにね。これはね。おっと。全部バラバラだ。5の3。この3。あんま見たことない時のさ。大会勝ってもあんまこれやらないからな。なんか。弱やば。これ3回試技できるんですよね。 3回。うわー、緩急が。これマジ緩急やべやばいよえ。いや、これやべえわかんない。ザクがちょっとやばいな。まあね。今の今日っすよね。今日ですね。はい。それもちょっとどうだかな。いや、ちょっと確かに。今日。いい。ちょうどいい中。今の、 4。これ何？やる。ゼロはないよ。期待だったのに。ゼロはないよ。ゼロはゼロな。はいないっていうのは今後。ゼロはない。ないですね。ゼロのやつはやばい。ゼロはやばい。やばい。あ、これ失敗じゃない？実戦を想定しすぎだろ。緩みが。緩んだわ今。今2の1ね。 2の1。うわ、怖え。なるほど。あら。あら？やっぱりこれいや、いくわ。そして薬の話になるな。あ一番まずい。だって分かってるわけだもんね。そうですね。まずい。ホンダの頭突きとはわけが違いますから。これはもう基本だからね。そう。このゲームの一番の基本でございます。弱卓をやっぱやってるからだ、普段。昇竜拳の方ってこと？昇竜ともうストライク。ストライクねそこで食ってってるから。そっかそっか。別にそんなことしなくても入れ替えられるし。お、中か？今日じゃない？いや、いや、今日はね、トースコイね。どすこい？どすこい？どすこい？乱してくるな、本当に。確かに。うわどうすかここでか。まあここでか。読み合ってんだよ。ーい。CPU と読み合ってる。うわ、なんか。弱か。中じゃないですか。中、今の中、今のは今の中。おお。シャックやべえ。いいぞ。よしよしよし。あ、よかったマジで。でもこれいいルール設定だね。いや確かにここでやっ確かにねぱ荒れる要素をま確かにず出していただいて、これはここでちゃんと俺ら引いたから。あーとか。勝ってる先生でもこうなんだマジで。そうなんだ。だってこれはだからもうね、読みをいやまあ通す種目だったってことだね。そういう種目。確かに。いや、まあ、ここは、まあ、捨てですね。そうまんま差が出ないところ。そういう、そういう。ゼロでも1点差しかついてない。こっから確かに。ここが一番。そうなんです。ここはでも分かってんだもん。まあそうっすよね。ちょっと一回だけ。一一回だけ練習どうぞ。これがある前提で目回してなかったって。
そうだね。マジか。うわ、いくらですから。いやいやいや、不思議だから。不思議だから。声出てたもん。いや、マジ1回目嬉しいから、本当に。これ見てる方の面白さやべえ。やばいな。これ。まだ。まあ半分なんだ。まだ。半分。はい。前半なんだ。ちなみに、どっちでパリするんですか今回は。確かに。ホンダだったらでも、こっちな気がすんな。あ、まあでも、ホンダはそもそもパリを全然狙わないのか。そうなんですよ。だから経験があんまりないから。うわ、弱から入ってくるのいやらしい。スローカーブから入ってくる。野球のコメント今でも7フレぐらいずれてる。なんなら取れるんだっていう。うわ弱はもうちょっと反則やでそ9れは連続チェンジアップはちょっとさすがにって。いやこいつ強えいやマジでかいオリックスの星野投手だ。いややばいって強い。シューだ。シューか。これいや混ぜてきました。今日だったら多分取れてる。取れてますね。俺弱読みしようかなじゃお、もう宣言。来た。宣言。宣言して。大丈夫聞かれてない？あこれ弱と言ってますよいきます弱読みでミス。ダッセー。いや信じきれてなかったね今絶対。読み合いだったな今絶対信じきれてなかった。4弱はやばい。やばいよ4弱はやばい。弱、中弱。まあ、こっからですよ。はい、そうです。マジか。ちなみにそれパリはこっちっすまあそれはもう本番本番ですよ。すごいな、なんか。いや出てる出てなくない出てないです。なんでこれ今日押していやでも合ってるかあ合ってるまあ、あっては出る、あってはいる。で、俺が間違ってるそう、タイミングが間違ってる。おお。ほら、こうなんだよ。わけわかんなくなんだって、これ。マジか押せてる。押せてるよ。押せてるは熱いいやマジでやばいよこれマジでやばい言ってんじゃんだから。ね。どうやって読み合うんだって言ってたの。あれいやおかしいよな最後決めよはい、最後行きましょう。安堵。うわよかった。ちょっとへこむなこれう。へこまきついですね。 2種目終わったので、ここで中間発表をいたします。現在、時々4ポイント。小作2ポイント。かける2ポイント。そして大黒1ポイント。耐えたらなるほど。で、これ、ホンダのパリは、山を張った上で、それに対して成功するかどうかっていう。そうですね。多分ね、山張っちゃった方がいいですね。そうですね。全体は全体はもう、あの距離は絶対無理っす。っていうか、なんなら遠距離でも、きつくて、パリして、ラッシュするみたいなのが対策になってるんで。まあそもそも弱は透かす距離にいるのが対策の一つなんですよ。で、中と強をパリするっていうのが、そうなんです。あ、弱やばかった。弱やばいですね。偽物すぎて。あれは普通のタイミングじゃ取れない。そう。遅いんだな。マジでサーマー押したかったもんな全体を。で、2種目目についてはやっぱこれはね、もうここ問われますよ。
ちょっと低くないですか？確かに。いやでもね、ここで俺分かったのは、あの後、はい。コパン埋めってやってこないんですよ。確かにね。確かに。みんなやんのはちょうどいいフレームの中パンのイメージがあるから、そこで取っちゃう。ということは、皆さんその起き上がりのジャスパ取ってるっていうのは、自キャラじゃなくて、相手の重ねる技の方を見てパリをしてる。相手の動きを見て押してます。俺もそうなっちゃってるんだろうな自分の起き上がりは確かに言われてみると、そうですね。セットプレーごとにこれかなっていうので、そうですね。だから俺、これ早く押さなきゃいけないんだと思った。ああ、なるほど。多分ね、中盤ぐらいのタイミングで押しちゃってたと思うんですね。そう一発でスーパー高いとやったら、結構変わってくる感じですね。多分ね、もうちょっとやり慣れてるセットプレーについては上がってくるんじゃないかなとは思いました。思ってます。とか言って変わんなかったら寒いからやんないけど。いや、そう。正直ありえない。なんか僕は後半戦の方が自信ありますね。まあ、俺もそうかな。これで言うと。起き上がりはあれですけど、ホンダの頭突きとか全然やっぱやってないんで、それに比べてベガとか合気戦とかはもうしょっちゅうやってるんで、まあ流行りのキャラですからね。そうですね。やり慣れてるって意味ですごい、なんかこっちの方がやりやすいかなって思います。もう自信ない。うわいや、これはマジで。うわーすげえおおここぞで。楽しんじゃってるわ。